さあ皆さんどうも亀梨和也です。今回は、自己紹介をさせていただきます。プラス、なぜ YouTube を始めるのかをちょっと掘り下げていけたらいいなと思います。ちょっとずれてるね。待ってね。ここどうだ。はい。さあということで早速年表いきましょうかね。もうちょい後ろにしないと顔が切れちゃう。いい感じ？これだけなんかこういうの。ということでなんかちょっとこういう亀梨くんの人生年表で一応表に出てるような情報は作ってもらったんですよ。あとはデジタルをまず僕はですね、はい1986年2月の23日にこれ足りる？消していけばいいかに0歳はい生まれました。亀梨家の三男。僕は男4人での3番目なんです。でうちは長男次男がいて、みんなスポーツ刈りっていうのかな、ちょっと短めのバリカンでカットする髪の毛で兄弟は育ったみたいなんですけど、女の子が欲しかったみたいで僕にちょっとそれを期待してたみたいなんですよ。で生まれてきたらまあ男の子おぎゃーっつってちゃんと男の子ですって感じだったんですけど、だから僕だけその3番目なんですけど髪の毛はね長かったんですよ。で小さい頃の写真見るとなぜかちょっと女の子のお下がりみたいなのを着てる写真もあったりとかして、だからちょっと兄弟とは違ったわけですね。そんな感じで亀梨生まれました。次は4歳から5歳。はい幼稚園。すいません漢字がパッと書けませんでした。とにかく活発な子でしたね。なんか先生のお膝の上とかすぐ陣取って紙芝居を見ていたのを覚えています。でこう面白いのがお遊戯会とかあるじゃない。お遊戯会って僕主役か準主役みたいな役しかほぼやったことないんですよ。でも幼稚園の頃って挙手制どうなんだろう、そこは詳しく覚えてないんだけど目立ちたがりだったんでしょうかね。でちょっとこの時人生最大のモテ期がここで訪れます。僕今37歳なんですけど37年間振り返ってもこの時が一番モテました。もうとにかく園内ももちろんお母様方からこれ自分で言うのもなんですけどもう絶大な人気を集めてましたね。バレンタインの日とかはカバンにも入りきれないチョコレートをいただき、もうチョコレートもりもりで帰って、だからバレンタインからの期間ってうちの当時冷蔵庫一番下が野菜室だったんですけど、野菜室にドン和也って書いてあるその袋がチョコレートが入った。それは記憶してますね。すいません虚言だったらいやでもちょっとねそう人気者だったのよ。和也くんうちの欲しいわとか。だから俺一人でわけわかんないけどお泊まりとかよく行かさせられてた。行かさせられてたのか言ってたのかちょっと覚えてないんだけど、じゃあ泊まってきなよみたいな。うちも家族兄弟多かったから一人いないとやっぱ両親も楽だったりとかする日もあったのか泊まったりとかしてた記憶はありますね。んで小学生で入学式にちょっとすごい僕は覚えてないんだけど両親とかに言われるエピソードとして手をつないで入学しなきゃいけなかった。で幼稚園の時ほらモテ期が来てるでしょ。だから自分の好きな子以外とは手をつなぎたくないっていう思いがあったのか何か、俺だけ紐で間接的に手つないで入学してきたんですって最悪じゃない。その子めちゃくちゃ謝りたいんですよ。もしご覧いただけているのであれば当時の僕がきっと傷つけてしまっただろうなと思って本当すいませんでした。この間荷物をちょっと整理してたんですよ。実家に持っていくね。で幼稚園の頃の通信簿みたいなのあるじゃない。すごい書かれてんの。幼稚園のお遊戯会さっき主役って言ったじゃない。和也くんがこのセリフはこういう風に言いたくないとか
すごいこだわりの強い子ですとみたいな書いてあって、厄介だっただろうなと。これは多分今と変わんない。開いて納得できたらもう何でもやるし、もうどんだけギア上げてもどんだけ自分が辛くてもやろうと思うんですけど、納得理解そういうものがちゃんとできないと、人間関係もそうだけど閉じるか開くか結構極端だなって、未だにこの頃から僕は変わってないんだなと、この間ちょっとそんなものを見て思いました。そういった意味で両親が小さい頃のなんかそういうものも大切に取ってくれているっていうのは、この間なんかありがたいなってちょっと思った時間がありました。あと、なんといってもここで野球に出会う。はい、小学校1年生で僕は野球と出会います。もともと亀梨和也、この和也っていうのが漫画アニメのタッチの達也と和也の和也から最終的にはいただいた和也なんですよ。うちは3番目ということで男が多いと。で母親は平和に育ってほしいと、家庭が平和であってほしいというところで平和の輪をどうしても入れたいという、これが母親のオーダーがあったみたいです。でなんかみんなで考えたりとかする中で、親戚のお姉さんかながタッチを見ていて、でじゃあ和也でいいじゃんっていうのが最終的決め手だと聞いております。ということでこの和也が小学校の時にまんまと野球に出会うわけです。そもそも近所のお兄さんたちがキャッチボールをしてて、それをやりたいなっていうのがきっかけです。で初めてここで自分で両親に何をしたいって言ったものが野球だった。で野球チームに練習参加した日をすごい覚えてる。めちゃくちゃやっぱ初めてだから下手くそなんですよ。打てないし取れないし。でなんか両親が買ってくれたグローブがスポーツ店に売っているグローブじゃなくて、ホームセンターとかに売ってるグローブだからちょっとお安めで、なんかバットと柔らかいボールとグローブセットみたいな、それもすごく嫌で、取れないのこのグローブのせいだよなんていう子供でしたけど、両親からは違うと、お前のちゃんと練習したら上手くなる、そのグローブでもって言われて、上手くなったらグローブを買ってやると。そこまで裕福な家庭じゃなかったので、グラブ一つ買うのも結構両親も頑張ってくれたと思うんですけど、それを励みにものすごく練習し始めたのを覚えてます。で野球のことで言うと、ここで小学校6年の時、軟式野球の世界大会に出場させてもらいました。和也くん頑張ったんでしょうね。で僕の小学校の生活でいうと、学校終わってすぐやっぱバットグローブが触れることがとにかく生きがいというか、で朝は登校班に遅刻しがちで、すごくいつも朝走って学校に行ってた記憶があります。アニメとか見すぎちゃうんですよね。で最後まで見たいという、あれってさちょっと不公平だと思うんだ。いや不公平じゃないね家庭環境なんだけど、学校から近い子たちはギリギリまでテレビとか見れるわけですよ。若干ちょっと学校が遠かったんだよ。だから早めにやっぱ出なきゃいけないじゃん。だから僕の中で今思い返しても、自分で走っていけばいいやと思って登校班に遅れていったんで、学校のルールとしては本当に申し訳ございません。だから誇れるものはもうこれしかないです、小学校の時そんなこんなで世界大会に出ます。ここで中国の選手と仲良くなる。でこの世界大会は主催の国が日本だったので、僕江戸川区出身なんですけど、江戸川区の球場でやるということで、僕は江戸川区のその選抜の代表としてジャパン2という形で出場させてもらったんですけど、海外のから来る選手をホームステイをするという、そういうシステムが取られていて、当時で中国の選手を一緒に普段夏休みの期間中一緒に生活をしたりとかしてて、でこの中国の選手がなんとですよ、なんと WBC を見てたんですよ。第何回かな、2回3大会前ぐらいですかね。ジャパンと中国が戦ってて、家族で見てたの。そしたら王超っていう王超選手出てて、ねえこれワンじゃんみたいな。この時にうちに来てた選手がなんと WBC の舞台で日本と戦ってたんですよ。これすごくない？感動でしたね。そうでちょうど企画で彼に会いに行くっていう企画をやりたいっていうことをちょっと進めてもらってたんですけど、コロナになってしまって一回ちょっとその話がなくなってしまったんですけど、いいじゃん、ちょっと行きたいね、この YouTube チャンネルで。久しぶりに、だから何年ぶりになるんだろう、12歳だから25年の時を経てお会いしたいななんていうっていうのが小学校の時の思い出かな。で小学校を卒業して中学生ですね。でここで僕はそのまま野球を続けます。まずもう僕の夢はプロ野球選手、オリンピックの
日本代表に入りたいっていう夢がもうとにかくあったので、すごい裕福だったわけでは本当なかったので、6畳2間みたいなで、お風呂もカチ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 ボーみたいな、そうそんなお家だったんですけど、僕としてはそれが不満があったわけではないんですけど、ただ唯一言うのであれば、好きな子ができた時に自分の家をちょっと知られたくなかった。なんかちょっとほらモテ期があったり、小学校の頃も若干こういいラインでリレーの選手、6年間リレーの選手とかだから、なんかプライドなのか今思うと、お家をこう知られる、自分のなんか外で生きてる世界と自分家でのギャップが多分あったんでしょ、当時の和也君は。だから野球選手で有名になってプロ野球選手になったら大きいお家が建てられる。だから毎日新聞の折り込みのお家の広告とか入ってんのよ。毎日眺めてた。でここに自分の部屋作ってとか、自分の部屋もなかったんで、言うと本当に大きいお家を建てたいっていう夢があって、プロ野球選手になりたいと、それがエネルギー源でありましたね。両親に大きいお家建てたいっていう、で続けてたんですけど、ここでアイドル会社とのご縁が生まれます。これが僕がだから中学12歳ぐらいの時に、親戚のお姉さん、これ本当ありきたりで申し訳ないんだけれど、親戚のお姉さんが本当にうちの両親に送っていいかと。で両親は別に送るだけはいいよと、別にどうせ入れないでしょっていうので、和也野球やってるしで送ったら、オーディションに来てくださいっていう通知がやっぱ来たみたいなんです。でこれをギリギリまで僕は教えられなかったんです。というのも、僕真剣にやっぱ野球やってたから、なんか調子に乗るんじゃないかと、そういう華やかな世界にオーディションでも行ったってなったら、ちょっと調子乗りのところがきっとあったと思うので、ギリギリまで結局教えてくれなくて、ある日中学1年生のある日、土手で僕は練習してたわけですよ。父親が迎えに来て、ちょっと今日は午前中の練習でおしまいだ。でどこ行くのって言ったら、ちょっと出かけると。で出かけて連れて行ってもらった場所がオーディション会場で、そこでいや実はこういうものが届いたと。でもそこだと。で行ってもいいし行かなくてもいい。お前が決めろと。だからそれこそさ、テレビで SMAP とか KinKiKids とか TOKIO とかバンバン出てる時代だから、もちろん存在は知っているし、ただ別になりたいかというとそうでもなかったという。で当時そのジュニア、もう中学校とか小学校とか行くと、もう雑誌の切り抜きを下敷きに、透明な下敷きにこう入れてる女子とかがいて、みんなやっぱジュニアの子、誰々君かっこいい、何々君かっこいいっていうことに対してちょっと若干へんってこう鼻でふんっていうところがあったのかもしれないです。確かに当時好きだった、中学入った時好きになった先輩もヤマピーが好きで、ヤマピーの下敷きいつも見させられたりとかしてたんで、へんって思ってました。しかしこの後です。ヤマピーとも出会います。そうっていうのがあって、だから俺としてはこれを渡された時に、おおというのは若干あったの。おやってみるよと、やったろうじゃねえかみたいな、どっかになんかついたのかもしれないです。ただこう車止めてて、その会場歩いてもみんな行くわけですよ。かっこいいイケてる若者たちがオーディション会場に。3本線アディダスの当時めちゃくちゃ流行っててとか、なんか茶髪とか金髪とかで、紫スポーツのこう斜め掛け流行ってたんだけど、村スポとかをこうやって入れてて、俺が父親に渡されたレッスン着ジャージが、ここがギュッてこう絞れるやつ、ギュンって絞れるやつと、なんかわけわかんないなんか T シャツ、絶対これ浮かんねえわみたいな。でもそれしかないから、あと野球のユニフォームしかないから、ちょ待ってと、これ絶対ダサいよみたいな。でお願いって、せめて私服だけって言ってお願いして、ジーンズメイト急遽行ってもらって、じゃあ1万円までで全部買えって言って、1万円でジーパンと なんかかっこいいやつ買ってもらって、で急遽それで行ったっていう。でも踊る時はギュンっていうジャージをちょっとだけこう開けて踊った記憶があります。でオーディション300人ぐらいいたんですよ。当時でいうとこれがすごいめちゃくちゃ大きい規模のオーディションだったみたいで、参加して、で最後ホワイトボードにこう番号がつけてやってたんだけど、ホワイトボードに番号が書き出された多分2、30人いたのかなのうちに、なんと私残ったんですよ。踊りも何もやってないんだよ。で Can Do Can Go って V6 さんの曲でみんなやるんだけど、結構踊れる子も何人かいたりとかして、俺踊れないからなんか見よう見まねでずっと頑張ってたんだけど、なぜか選ばれたんですよね。で僕は野球やっぱりやってたので、レッスンに通ってなかったんですよ。行かなかったんですよ、呼ばれても。野球とかぶっちゃってたから。で会社の方から電話あって、なんで来ないんだみたいな、僕野球やってるんでっていうのが何回か下りとしてあって、で金八先生のオーディションに行くよう言われるわけですよ。
金八先生のオーディションでなんか特技を一つってみんな踊ったりとか歌ったりとかなんかちょっとお芝居してみたりとかほんとなんかちゃんと特技やのに特技とか別になかったからプロデューサーさんとかバーッと前で甲子園の松坂大輔選手のモノマネしますかっこよかったですよね松坂さんパンパンバンスライダーが外角にバーンって決まって空振りしたってこう後ろ向くんですよしたらなんかはいありがとうございますみたいなあこれ絶対落ちたわってこうとうとうここ帰っていったわけですけどなんとオーディションに受かりますで僕は桜中学の生徒になるとその時に初めて野球がやっぱり物理的に続けられなくなるんですよねで家族で相談してどうしたいってなった時にやっぱり見るってすごい大事なんですよ経験するってでいうとオーディションを受けた次のもうすぐその週かな11月8日にオーディションを受けて、年末か12月かなに呼ばれてそれが KinKiKids さん東京ドームのコンサートでただただ出て手をこう振ってはけるっていうでもその景色をねキラキラの KinKiKids がいてテレビで見てた KinKiKids がいてで5万5千人のお客さんがいて自分がそっち側こっち側にいるわけじゃんそれが多分脳裏にバチン多分入ってたんだろうねこの世界でちょっと活躍したいなマイク持てるようになりたいああいう衣装着たいっていうのが多分芽生えてたんだろうね金八先生のオーディションに行く頃にはで僕は野球の道を手放してこの世界でやっていきたいっていうのを両親に伝え野球のチームの監督にも伝えお世話になりましたと挨拶をし金八先生にこう入っていくというだからここが本当オーディションもそうだけどこのもし金八先生がもし受かってなかったら自分の中でちゃんと選択できてなかったかも野球もやりたいしどうだろうみたいなだからここの出会い金八先生に出るドラマに出るっていうのはめちゃくちゃ多分僕の今に至るまでの人生においてはすごいターニングポイントだったかもしれませんね。はい、ということでこういう感じで僕は生まれてから、12歳でこのお仕事を始めるまでを、ザザザッと自己紹介させていただきました。この後は入ってからですね芸能界に入ってから今に至るまでそしてなぜ今 YouTube を始めるのかそのあたりちょっと掘り下げていきたいなと思ってますのでぜひ次の、エピソードもご覧いただけると嬉しいです。ということで皆さんチャンネル登録、高評価コメントよろしくお願いします。